レガシーシステムを時代遅れと言った新 CTO の末路。時代遅れのシステムは廃止だ。復旧できるの俺だけなんだが。俺は32歳、中堅金融企業でシステムエンジニアとして働いている。担当してるのは30年前から稼働してる基幹システムの保守。コボルで書かれた勘定系、給与計算、顧客管理システムだ。コボルって何？レガシーシステムってよく聞くけどよくわからん。コボルは1960年代に開発された古いプログラミング言語だ。金融機関や大企業の基幹システムで今でも現役なんだ。うちの会社もこのシステムなしじゃ業務が回らない。全支店の取引処理、5000人分の給与計算、100万件の顧客データ管理、全部このシステムが処理してる。30年も動いてるのすごいな。そんな古いシステム大丈夫なの？古いけど安定してるんだ。30年間無事故で動き続けてる実績がある。ただコボルをかける技術者が減ってきてて、社内で保守できるのは俺だけになってた。一人だけ？それやばくね？やばいと思って何度も後継者育成を提案したんだけど、前の上司は予算がないって却下してたんだ。そんなある日、会社に新しい CTO が就任した。私が新しく就任した CTO の川端だ。45歳。外資系 IT 企業で最新技術を扱ってきた。この会社を最先端のデジタル企業に変革する。最初は期待してたんだ。技術に詳しい上司が来てくれたって。でも就任1週間後、全社会議で衝撃的な発表があった。当社の基幹システムを調査したが、なんと30年前のコボルシステムが使われている。これは完全に時代遅れだ。よって全面的にクラウドネイティブな新システムに移行する。全面移行。30年のシステムを全部変えるの？俺は驚いて手を挙げた。CTO、ちょっと待ってください。現行システムは30年間無事故で稼働してます。全面移行にはリスクが大きすぎます。段階的な移行を検討すべきではないでしょうか。君は誰だね？現行システムの保守を担当しているものです。ああ、レガシーシステムにしがみついてる人か。君のような保守的な考えが会社の成長を妨げているんだ。いきなりすぎるだろ。イッチの言うこと聞けよ。保守的とかじゃなくて現実的なリスクの話です。このシステムには30年分のビジネスロジックが詰まってます。全部を把握して移行するには最低5年はかかります。5年？バカバカしい。私は外資系で数々のシステム移行を成功させてきた。3ヶ月で完了させる。3ヶ月無理です。データ移行だけでも半年はかかります。システムが止まったら会社が回らなくなります。うるさい。君のような時代遅れの技術者は必要ない。これは自分の仕事を守りたいだけの保身だ。ひどすぎる。イッチの言うこと正しいのに。保身じゃありません。会社のことを考えて。もう決定事項だ。社長の取締役会も承認済みだ。外部の優秀なコンサルタントに依頼する。予算は1億円だ。1億円。会議の後、CTO に個室に呼ばれた。君には新システム移行プロジェクトには参加してもらわない。でも現行システムのことは俺が一番。だからだよ。君はレガシーシステムに固執しすぎている。新しいシステムには新しい考え方が必要なんだ。はっきり言おう。3ヶ月後のシステム移行完了と同時に君をリストラする。リストラ？レガシーシステムがなくなれば君の仕事もなくなる。それに退職金も通常の半分にさせてもらう。なんでですか？俺は10年間真面目に働いてきたのに。時代遅れの技術に貢献度はない。これが私の評価だ。ひどすぎる。30年無事故で動かしてたのに。この CTO やばすぎる。その日から俺は完全に蚊帳の外に置かれた。CTO から引き継ぎ資料の作成を命じられた。俺はプロとして完璧な資料を作ることにした。会社への最後の恩返しとしてな。偉いな。プロ意識が高い。2週間かけて500ページの引き継ぎ資料を作成した。ステムアーキテクチャ、データベース設計、ビジネスロジックの詳細、バッチ処理の仕様、障害対応手順、バックアップ、リカバリ手順、30年分のシステム変更履歴も全部まとめた。500ページいい。すごすぎる。そこまでやるのか。
資料を CTO とコンサルに提出した。受領書にもサインをもらった。ふーん。まあ受け取っておこう。レガシーシステムの資料なんて見る必要ないですよ。我々は最新のクラウドアーキテクチャで構築します。古い技術に縛られる必要はない。せっかく作ったのに。500ページも無駄にするのか。まあ予想通りだ。でも俺はやるべきことはやった。そして俺は転職活動を始めた。そりゃそうだよな。3ヶ月後にリストラだもんな。オボルエンジニアは希少価値が高い。金融機関や大企業はまだまだレガシーシステムを使ってる。案の定すぐに複数の企業からオファーが来た。その中でも大手 IT 企業からのオファーが魅力的だった。年収850万円、今より250万円アップ、フルリモート可能、残業月10時間以内、チーム制でレガシーシステムの近代化プロジェクトに参加できる。めっちゃいい条件じゃん。年収250万アップはでかい。一致には価値があるってことだね。即座に内定を承諾した。3ヶ月後から新しい会社で働ける。もう今の会社に未練はない。プロジェクトは順調だ。はい。新システムの設計は完了しました。来週から開発フェーズに入ります。素晴らしい。予定通り3ヶ月で完了できそうだな。しかし俺の予想通りトラブルが起き始めた。 CTO、ちょっと問題が。レガシーシステムのバッチ処理の仕様がわからなくて、あの引き継ぎ資料を見ればいいだろう。それが500ページもあって、どこに何が書いてあるのか探すのが大変で。レガシーシステムは複雑すぎます。一部の機能は簡略化して実装しましょう。そうだな。30年分の複雑な処理は不要だ。シンプルに作り直せばいい。やばい予感しかしない。せっかくの資料を無視するとか。その後も小さなトラブルが頻発した。データ型の不一致、計算ロジックのミス、テストデータでは動くが本番データでエラーが出る。でも CTO は楽観視していた。これくらいのトラブルは想定内だ。本番以降までには全て解決する。絶対やばいことになる。この CTO 無能すぎる。俺の最終出社日がやってきた。明日から新しい会社でスタートだ。お疲れ様。明日から君の仕事はなくなる。レガシーシステムは完全に新システムに置き換わる。そうですか。まあ頑張ってください。俺は会社を後にした。新しい人生の始まりだ。一致は幸せになれそうだな。年収250万アップだもんな。でも会社の方は大丈夫なのか。そして運命の日がやってきた。俺は新しい会社での初出社日を迎えていた。新しいオフィス、新しい同僚、新しい仕事、すべてが新鮮でワクワクしていた。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。そんな時携帯が鳴った。前の会社の社長からだ。もしもし、大変なんだ。社長、どうされました？システムが全部止まってるんだ。今朝、新システムに移行したんだが、勘定計、給与計算、顧客管理、全部エラーで動かない。うわやっぱりこうなった。完全に崩壊してるじゃん。全支店の取引が処理できない。顧客データも表示されない。今日は給与振込日なのに給与計算もできない。予想通りですね。 CTO とコンサルに聞いたら、引き継ぎ資料が不十分だった。あいつが重要な情報を隠していたんだ。レガシーシステムが複雑すぎて理解できませんでした。これは設計ミスではなく引き継ぎの問題です。責任転嫁やめろ。500ページの資料作ったのに。見もしなかったくせに。社長、俺は500ページの引き継ぎ資料を作成しました。システムアーキテクチャ、ビジネスロジック、バッチ処理の仕様、障害対応手順、全部記載しました。受領書にもサインをもらっています。 CTO とコンサルに渡したメールの記録も残っています。そうなのか。証拠残してた。さすが一致。じゃあ、とにかく今すぐ来てくれないか。システムを直してくれ。お願いだ。申し訳ございません。今日から新しい会社で働いています。そちらの会社とは雇用関係はありません。じゃあコンサルタント契約でいい。時給2万円出す。いや、3万円でもいい。時給3万円。それだけ困ってるってことだな。社長の気持ちはわかりますが、俺は散々警告しました。1000面以降にはリスクが大きすぎる。
段階的な移行を検討すべきだと。でも CTO は俺の警告を保身だと言って無視しました。挙句の果てにリストラされ、退職金も半額にされました。よく言った。そりゃ助けないよな。それは申し訳なかった。でも今会社が潰れそうなんだ。このままだと日時で1億円の損失だ。顧客からのクレームも殺到してる。金融庁からも監査が入ることになった。日時1億円。金融庁の監査とかやばすぎる。時給10万円でもいい。どうか助けてくれ。わかりました。お、ただし条件があります。日給100万円、3日間限定のコンサルタント契約、交通費、宿泊費は全額負担、それと CTO とコンサルの責任を明確にすること。わかった。全部飲む。すぐに来てくれ。日給100万円。3日で300万円かよ。一致の価値が分かったか。新しい会社の上司に事情を説明し、3日間の休暇をもらった。そして前の会社に向かった。72時間の激闘の末、俺はレガシーシステムを完全に復旧させた。勘定計、給与計算、顧客管理、すべてのシステムが正常に稼働している。すげさすが一致。72時間で復旧とかかみか。ありがとう。本当にありがとう。君のおかげで会社が救われた。ただしデータ損失はゼロですが、3日間の業務停止で発生した損失は約3億円です。3億円。ー。3億円の損失。CTO とコンサルのせいで。顧客からのクレームも多数あります。信頼回復には時間がかかるでしょう。 CTO とコンサルはどこだ。緊急役員会議を開く。そして緊急役員会議が開かれた。川端 CTO を説明してもらおう。なぜシステム移行が失敗したのか。それは引き継ぎ資料が不十分だったからです。あのエンジニアが重要な情報を隠していた。レガシーシステムがあまりにも複雑で我々には理解できませんでした。社長、よろしいでしょうか。どうぞ。俺は500ページの詳細な引き継ぎ資料を作成しました。こちらがその受領書です。 CTO とコンサルのサインがあります。またメールでの送信記録も残っています。それは受け取ったが。さらに社内スラックでのやり取りも記録しています。 CTO は資料を見て古い技術に縛られる必要はないと発言しています。コンサルもレガシーシステムの資料なんて見る必要ないと発言しています。完全論破。証拠が完璧すぎる。 CTO とコンサル積んだ。それは文脈が。さらに全社会議での発言も記録しています。俺が全面移行にはリスクが大きすぎると警告した時、 CTO は保守的な考えが会社の成長を妨げていると言いました。そして俺を時代遅れの技術者と呼び、リストラを通告しました。川端、これは本当か。それは経営判断として正しい警告を無視し適切な引き継ぎを軽視し、その結果会社に3億円の損失を与えた。君は即日解任だ。そんな。さらに雇用契約の違約金として1000万円を請求する。そしてコンサルタント会社にも責任がある。契約解除、日払い金1億円の返還を要求する。それは弁護士を通じて正式に請求する。ざまあ、完全敗北。一致大勝利。イッチ君、本当にありがとう。実はもう一つお願いがあるんだ。何でしょうか。当社の特別技術顧問として契約してほしい。年間2000万円、月1回のリモート相談のみでいい。レガシーシステムの近代化プロジェクトを監修してほしい。年間2000万円。月1回のリモート相談で一致がちすぎ。新しい会社の上司に相談してみます。副業 OK の会社だから多分大丈夫だと思います。ありがとう。よろしく頼む。その後の俺の人生は順調だ。新しい会社での仕事は充実している。年収850万円、フルリモート、残業月10時間以内。さらに前の会社からの特別顧問料が年間2000万円、コンサル契約での報酬300万円も合わせると今年の年収は3150万円になった。年収3150万円。元の年収600万円から5倍以上。一致大勝利すぎる。前の会社のレガシーシステム近代化プロジェクトは俺の監修のもと
5年計画で段階的に進行している。ちゃんとした計画と人材育成を行えばレガシーシステムの近代化は必ず成功する。川端 CTO はその後業界で噂が広まり、どこの企業も採用しなくなった。コンサルティング会社も契約を次々と失い、半年後には倒産したそうだ。完全敗北。因果応報だな。ざまあとしか言いようがない。この経験から学んだことがある。技術は古いか新しいかではない。安定して動作しビジネスを支えているかどうかだ。そしてどんなシステムも適切な引き継ぎと計画があれば必ず近代化できるということだ。いい話だ。レガシーシステムの重要性がよくわかった。一致最高。最後まで読んでくれてありがとうございました。主を2。面白かった。スカッとした。また投稿してくれ。